はい、こんにちは。このチャンネルでは今までいろんな中華ブランドのホイールをレビューしてきました。これら新興ブランドの多くが拠点を置くのは中国のアモイ、世界中のカーボン生産の中心地です。これらのホイールはトレンドのワイドリムや最新のカーボンスポークを採用していて、重量も軽いですし、品質においても今や全く不安がないと言っていいです。しかしスペック表に現れない乗り味の作り込みという点では、長年ホイールを作り続けてきた老舗の大手ブランドが一歩リードしていると思っています。こういったホイールをレビューする上でコストよりもパフォーマンスを追求した本物のハイエンドを知っておくことは大事だと前から思ってました。そこで今回は缶組のカーボンホイールの一つの頂点、カンパニョーロボーラウルトラ WTO をレビューします。しかも現行モデルの C23 に加えて一つ前の世代の C19 も借りてくることができました。最高峰のカーボンホイールの設計や構造、走りはどれほどのものなのか、それに加えてナローリムとワイドリムで走りの違いは体感できるのか、深掘りしてレビューしていこうと思います。ではまずこのカンパニョーノのボーラというホイールについて簡単に紹介します。初代ボーラがデビューしたのは1994年。缶組のカーボンホイールとしては最古参にあたる存在です。それ以降ボーラはカンパニョーノのフラッグシップモデルとして、また缶組のカーボンエアロホイールのベンチマークとして30年以上頂点に君臨してきました。今回レビューするボーラ WTO シリーズはボーラのシリーズとしては大きく分けて第3世代にあたる存在です。WTO っていうのはウィンドトンネルオプティマイズドの略で、風洞実験を通してより空力エアロを追求した製品になります。で2019年に発売された初代モデルはボーラ WTO というモデルで、リムの内幅が 19mm、 そしてリムのタイプはチューブレスとクリンチャー兼用の 2way フィットというタイプ1種類になりました。それまで主流だったチューブラータイヤがチューブレスタイヤに移行していく中で、カンパニョーロボーラシリーズとしては初めてチューブラーを切り捨てたモデルになります。そしてその2年後、2021年に発売されたのがこのカンパニョーロボーラウルトラ WTO C19 です。後から追加された上位モデルっていう形ですね。より軽くより高性能なホイールに進化してます。詳しくは後で説明しますが、内蔵ニップル構造やハブのセラミックベアリング、カルト化など最上位モデルにふさわしいアップデートが行われて、さらに軽量にさらに高性能なホイールになっています。そしてその3年後、2024年に発売されたのがこのボーラウルトラ WTO C23 です。この C23 は通常のボーラと上位モデルのボーラウルトラが同時に発売されました。でハイエンドモデルのボーラウルトラに関しては先代のボーラウルトラの特徴を引き継ぎつつ、リム幅が最新の 28C タイヤに最適化された内幅 23mm にワイド化、そしてホイール自体の重量も 100g ぐらい軽量化されています。なおこの WTO シリーズ、初期はリムブレーキモデルがあったんですが、C19 のボーラウルトラ、これ以降はディスクブレーキモデルのみの展開となっています。リムハイトは3種類 35mm、45mm、60mm となってます。で今回レビューするのはたまたまなんですが、どちらも 45mm ハイトのセミディープモデルとなります。それではこのホイールについて詳しく見ていきましょう。今ご覧いただいている左側の2本が C19、そして右側が現行のワイドリム C23 となります。この2つのモデル、主なスペックを比較するとこんな感じになります。2021年デビューの C19 と2024年発売の C23 を比べると、リムハイトは今回レビューするものはどちらも 45mm で同じなんですが、リムの内幅が 19mm と 23mm と 4mm の差があって、それに従ってリムの外幅も変わっています。これはそれぞれ当時主流だった 25mm タイヤと 28mm タイヤに最適化した結果です。でリム幅の他はスポークの本数が変わっていて、C19 の場合3本の束が8セットの24本スポークだったのに対して、現行モデルの C23 は3本セットが7束の21本スポークになってます。
また重量については交渉重量で C19 が 1425g に対して C23 はリムがワイド化したにもかかわらず 100g 軽量な 1325g となってます。それではこの2種類のホイール見比べながらリム、スポーク、ハブについて詳しく見ていきましょう。それではまずリムを見ていきましょう。左手が C19、右手が現行の C23 のリムとなります。今回たまたまリムハイトはどちらも 45mm となってます。でこの2つのリム最大の違いはやはりリム幅です。 C19 のリムはその名の通り内幅が 19mm、 C23 のリムは内幅が 23mm となっていて、よりワイドなタイヤに最適化されています。カンパニョーノのホイールはニップルホールがなくってリムテープが不要な構造となっていて、クリンチャーでもチューブレスでもこのまま使うことができます。重量増を防げるのに加えて、特にチューブレスで運用するときにリムテープがずれたり剥がれたりすることに起因するエア漏れのリスクを減らせるっていう点が大きなメリットです。でリムの表面については塗装なしでこのカーボンの素地を生かしたシーラックスという仕上げになってます。でロゴのデカールもあまり目立たないですけど、このウルトラの部分はちょっとラメが入ってたり高級感のある仕上げになってます。こちらが C19 ですね。で C23 の方になるとこんな感じ。基本的なテイストはあまり変わらないんですが C23 の方が文字が大きくって、ただその代わり少し文字自体が目立ちにくいようなデザインになってます。ちょっと引いてみると違いが分かりやすいかもしれません。カンパニョーノのロゴについても C19 はこんな感じで、一方 C23 の方は周りにこの枠がないタイプのロゴになってます。でリムの作りを見るとやっぱりお金がかかってるなと思います。例えばこのバルブホールのところ、ちゃんとバルブがきれいに当たるように形が成形されているのに加えて、バルブがカタカタ揺れないようにプラスチック製のブッシュが挿入されてます。また口述しますけど、このボーラのウルトラ WTO シリーズはニップルがリムに完全に埋め込まれた構造になってます。この内蔵ニップルにすることで空気抵抗を減らして、しかも見た目もすっきりさせる効果があるんですが、このニップルホール自体は後からドリルで開けてるんではなくって、リムを成形する時に一緒に作ってしまうそうです。なのでそういう意味でこのリムの金型は通常のカーボンホイールと比べてかなりの手間がかかっていると言えます。次にスポークです。スポークは左右で1対2のスポーク数とした2 to 1組、その中でもカンパニョーロ独自の3本が1セットになった G3 組が採用されています。こういう組み方を採用することで左右のテンションバランスを最適化しつつ駆動力を最も効率的に伝えることができると主張しています。でスポークの本数がこの C19 と C23 で違いまして、C19 についてはこの3本の束が8セットで24本スポークとなっています。一方で C23 は3本スポークが7束21本スポークとなってます。カンパニョーノのホイールといえばこの G3 スポーク3本 ×7 セットっていうのがすごく印象に残ってたんで、現行モデルになってようやく懐かしいカンパが戻ってきたって思った方は結構多いんじゃないかなと思います。スポークについては細めの扁平スポークが採用されています。断面は完全な類的断面っていうよりかはどちらかというと少し角張った長方形断面のような感じになっています。CX レイなんかと比べると少し角張ってるなっていう印象です。そしてニップルについてはこんな感じにリムの中に埋め込まれるようになっています。ニップルの部分にはトルクス工具が入るようなへこみが設けられています。これはこんな感じの専用工具を使ってフレ取りをします。ここに工具を入れてやって、この状態でここを回すことでニップルを締めたり緩めたりします。
頻繁に触るところではないとはいえ整備性は結構悪いですね。でもこういうところを犠牲にしてしかもコストをかけることでこのすっきりとした外観と空気抵抗の少なさを実現してるんかなと思います。そして最後にハブです。カンパニョールの缶組ホイール、いろんなところがいいんですけど一つ挙げるならばやはりハブの良さが群を抜いてると思います。特にベアリングですね。カンパの上位モデルに採用するベアリングはカップ&コーン式というハブと一体化されてバラバラに分解できるようなものになっています。メンテナンスもしやすいですし耐久性も高く細かい玉当たり調整もできるようになっています。で最上位モデルに搭載されるのはセラミックベアリングカルトと呼ばれるベアリングです。これがまた凄まじいベアリングでまず回転がものすごく軽いんですよね。構造上グリスが必要ないんでかなりカラカラと軽く回ります。私今までいろんなホイール使ってきましたけどこのハブのベアリングについてはカンパニョールが頭一つ二つ抜けてると思います。さてハブボディについてはフロントハブはカーボン製、このハブ胴の部分カーボンでできてます。ただしブレーキの力を受け止めるローター側についてはこんな感じのアルミフランジとなっています。リアハブについては駆動力とブレーキ力両方受け止める必要があるのでハブシェルはアルミの一体型となっています。ベアリングについてはもちろん前輪と同じカルトベアリングでフリーはメインラチェットではなくって昔ながらのポール式を採用しています。カンパのホイール昔はかなりラチェット音が大きかったんですが最近静かになりましたね。これについてはグリスの抜け方とかで変わってくるらしいです。で今見てもらってたのが C19 なんですが現行モデルの C23 もハブについては大体同じです。フロントハブはカーボンシェルでベアリングもカルトベアリング採用、回転ももちろんスルスルに軽いです。リアハブについても同様で一体型のアルミのハブシェルを採用、フリーボディもポール式となってます。ではホイールの重量を実測していきましょう。まずは C19 前輪の重量が 658g で後輪が 768g で前後の合計重量が 1426g です。続いて現行モデルの C23 前輪の重量が 618g 後輪の重量が 722g です。で前後の合計重量は 1340g。 C19 から C23 になってワイドリムになったのに重量では 100g ぐらい軽くなってます。はい、それではこのカンパニョーロボーラウルトラ WTO の C19 と C23 それぞれの走りを実装で確かめてその上で新旧モデルリムの幅の広さによる走りの違いを確かめていきたいと思います。今回タイヤについてはパナレーサーの AG028C のクリンチャー、チューブは同じくパナレーサーのパープルライト TPU チューブを使用して空気圧は 4.3 気圧に統一しました。タイヤの実測幅は C19 で 27.5mm、C23 では 29.5mm でした。ではまず現行モデルのボーラウルトラ WTO C23 からレビューしていきます。このホイール全体の印象としてはとにかくスムーズなホイールという印象です。乗り心地はいいですしタイヤやハブの転がり抵抗が支配的な時速20キロ以下の低速ではセラミック製のカルトハブの回転抵抗の少なさが感じられます。足を止めている時の転がりが非常にいいです。ペダリングについては足当たりが良くって少々ラフに踏み込んでも足に強い衝撃が跳ね返ってきません。全体としてガツンと速い感じはないんですがストレスなく長時間ペダリングを続けられるような性格ですね。ハンドリングについては今時のワイドリムらしい安定感があります。 23mm のワイドリムとエアボリュームの大きなタイヤの組み合わせ、そしてホイール自体の穏やかな性格によりコントロール性は良好です。少々荒れた峠の下りでも落ち着いてバイクの挙動を乱さずにコントロールできます。
こんな感じで非常に扱いやすいホイールではあるんですけど、一方で70万円以上っていう高価格から期待したほどの反応性や反発力は感じられませんでした。特に高強度のインターバルやスプリントみたいなレース的な使い方になるほど、このホイールの穏やかさが物足りなさとして感じられます。この価格帯であればスムーズさと鋭い反応性の両立がなされてしかるべきかなと思いました。もちろんこれは一個人としての感想でしかないんですが、ボーラという名前を背負ったハイエンドホイールとしてもっと感性に訴えるものが欲しかったなと思いました。では次にボーラウルトラ WTO の C19 仙台モデルですね。現行の C23 が思ったような走りじゃなかったのと、時代遅れの 19mm リムということで全く期待はしていなかったんですが、むしろこちらのホイールの方が当たりでした。まず低速域の転がりが同じハブとは思えないほど良かったです。C23 よりも明らかによく転がりますし、路面が下り勾配になってるかのような氷の上を滑っていくような感覚がありました。さらにペダリングについても別格でした。足当たりの柔らかさという点では C23 と共通の部分もあるんですが、踏み込んだ時に奥でしっかり粘ってくれて、それが強く跳ね返ってきます。瞬間的な反応性では光合成のカーボンスポークに及ばないんですが、一旦踏ん張ってから弾き出されるように伸びて加速していきます。例えるならば底付きしないしなやかなバネみたいな感じでした。私がボーラに求めていた感性に訴える走りっていうのがありました。あまりにも楽しいんで、このホイールでインターバルしたりとかスプリントしたり何度も繰り返してたんですけど、そうするとこのハブの良さっていうのが際立ってきます。カンパのホイールはハブがいいって言われるんですが、真にいいハブっていうのは空回しする時に回転が軽いだけじゃなくって、こういった大荷重が加わった時にアクスルが曲がらず左右ベアリングが同一直線上にあって回転抵抗を生まないハブのことを指すんだなっていうのを実感しました。これはカップ&コーンの構造によるものかカルトベアリングの特性かはわからないですが、他社のハブとは一線を画す回転性能でした。こんな感じで C19 の走りは非常に気に入ったんですが、一方で現在の基準では狭いリムの内幅 19mm っていうのが足を引っ張っている点も感じられました。例えば下りのコーナリング時、タイヤがよれているのかあるいはリムがよれているのか接地感が不明瞭で滑り出しそうな気がしてしまいます。ワイドリムとワイドタイヤの安定感に慣れた身には不安に感じられます。他にバイクを大きく振るようなダンシングやスプリントでも接地点がよれる印象があって、路面状況によっては全力で踏み切れないこともありました。はい、ということで今回はカンパニョーロのボーラウルトラ WTO45mm ハイトの C19 と C23 新旧2モデルをレビューしてきました。今回のレビューで想定してた結論は 28C から 30C っていうワイドタイヤのトレンドを考えると、いくら割引価格でも旧モデルの C19 を買う理由はないっていうものでした。ところが実際乗り比べてみると、現行モデルの C23 よりも旧モデルにあたる C19 の方が明確に優れていました。少なくとも私の乗り方や好みには合っていました。かかりも伸びも想像以上で、これほど感動したホイールは10年前に乗ったライトウェイトのオーバーマイヤー以来でした。もちろん 19mm っていうナローリブなりの欠点はあるんですけど、それを補ってあまりあるフィーリングでした。速いホイールというよりも気持ちがいいんですよね。なんというか軽量光合成で空力もいい栄養価の高いホイールっていうのはいくつもあると思うんですが、カンパニョーロのボーラはそういう次元じゃなくって、言うなれば味わい深くて美味しいホイールでした。ところで現行モデルの C23 よりも旧モデルの C19 の方がよく感じた原因は何だろうかと考えてみました。一つ思い当たるのはスポークの本数ですね。旧モデルの C19 は G3 組が8セット24本スポークに対して、現行モデルのボーラウルトラは7セットの21本スポークです。スチールスポークで21本っていうのが私の乗り方に対して合成が足りてないのかなっていう懸念がありました。でもう一つはリムですね。 C19 から C23 になってリム幅が広がったにもかかわらず 100g ぐらい軽量化されてます。
でスポークが減ったのもあるんですけど、やっぱりリム自体で相当軽くなってるはずなんですよね。でもしかするとリムが軽量化されたことでリム剛性が下がって、それがホイールの反応性とか反発に影響してるんかなとも思いました。だとすると現行モデルではセカンドグレードでスポーク数が24本のウルトラがつかないボーラ WTO-C23 の方が私の好みに合ってるかもしれないですね。ちょっと気になるんで機会があったらそっちも乗ってみたいです。はい、ということで今回カンパニョーノのボーラウルトラ WTO をレビューしてきたんですけど、ハイエンドのホイールを新旧比較できるっていう非常に貴重な経験ができました。このホイール貸してくれた知り合いには本当に感謝してます。ありがとうございました。そして今回改めて感じたのは、やっぱり自分で試して経験しないと機材の良し悪しはわからないっていうことです。メディアの評価も世間のトレンドも、もちろん AI に聞いた答えも C19 よりも新モデルの C23 の方が優れているっていう評価でした。でもそれってあくまで参考情報でしかないんですよね。実際今回も C23 の方がいいと思って比較試乗しましたけど、旧モデルの C19 の方が好印象っていう逆の結果になりました。実際に乗って自分の足で踏んで自分の感覚で評価する大切さっていうのを改めて認識しました。いや、それにしてもこの C19 は本当に良かったです。評価用のベンチマークとしてワンセット持っておきたいなと思いました。はい、ということで今回のレビューは以上となります。このチャンネルでは今後もホイールとかバイクとか機材レビューしていきますんで、もしよろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。